分け方はね、もうこれは正直なところ分かりません。だからお客様にお売りする砥石っていうのを恐ろしく研いで欠品するのはそういう、そうだから見た目でめちゃくちゃいいなと思ってもダメなものだってそうもあったんし、経済として販売されてるとこで一本一本研いでるとこ多分藤原さんのとこだけしかないんじゃないですか。分かんないけどね、まあでも多分そうかな。おそらくその天然砥石に関しても圧倒的な量を扱ってらっしゃるし、その経験がないとやっぱり当てたところで果たしていいのか悪いのかっていうのはやっぱりその経験値がないと、まあ、なかなか判断が。いや本当にね、もうね、これもね、うちで砥石を買ってくださる方へのリスペクトがすごい実はあれっていうとね、まあ、あれなんだけど、自分が天然砥石をインターネットで買えない人間なんだよ。人間その心情としてっていうのが不安で、やっぱりそこを買ってくださる方々はもう尊敬なの。いやでもそれは藤原さんの商品だからいやいや、藤原の商品でも出した瞬間もまあそう即売れじゃないですか。でもそれがそのお客様方の評価で、まあ、僕に関してももう藤原さんから買えばとりあえず何買っても間違いないなっていうその信頼感、圧倒的なその商品に対しての。だからまあまあね、でも本当にだから逆にすごい裏切れないっていう思いが強すぎて、なんかもうそれこそね、天然砥石直っていうね、方からまあ仕入れさせてもらってたりするんだけど、そのなんだろう、これは売っていい砥石かどうかっていうのをずっと電話してたりするからね。そう仮に、まあじゃあ A さんという藤浦さんと全く真逆の意見を持つ天然砥石のプロフェッショナルがいたとするじゃないですか。だとしてもやっぱり藤原さんの今までのこう経験値だったりから来る自分のそのいいと思う理由っていうのがはっきりしてるじゃないですか。でこう研いだ時にこういう結果になる、ってなった時にやっぱりそこをお客さんがちゃんと使ってこう評価していただいてるっていうところで、やっぱりその一瞬でもだから欲しい人多分たくさんいるんだけど30分とか1時間くらいでもそうなくなっちゃうからそうだね、この前早かったね。1時間でもほぼできちゃうからそうだから欲しいなと思って開くとあれもないです結構あったりするんで申し訳ないんだけどね、結局やっぱそこまでこだわり抜いて出してるっていうので、僕からするとまあもちろん一般的な砥石と比べるとものすごく高いんだけれども、でもそれって一生使えるし、下手したら一生で使い切れないぐらいのものじゃないですか。一般的にその包丁仕事とする方だとしてもやっぱりいいものを買えば一生使えるし、で考えたらやっぱり本当に信頼できる藤原さんが買うっていうのが最終的に一番安いと思うんですよ。でも藤原さんご自身も前に言ってたと思うんですけど、やっぱり車1台買えるぐらい安ってきたっていうのがやっぱり回り道をしてきたからこそ得られる経験ってやっぱすごいあるのかなと思うし、それを最初からやっぱ最適解をもらっちゃうと、なんだろう、やっぱその他も知っておかないとこの最適解のどこがいいのかっていうのもやっぱりなかなか感覚としていいっていうのは分かるんだけど、なぜいいのかみたいなそのところっていうのがやっぱりその今までその無数にこう買ってはこう捨ててきたその砥石たちのっていうのがすごくおっしゃってたじゃないですか。それはねすごく大事だからね、悩ましいところもあって、それこそ勉強するっていう意味では対比だから、悪いものといいもの、要するに、ね、正義の味方がなぜ正義だって理解できるかっていうと悪がいるからなんだよね。だからその全部がいい砥石でみんなが正義だったらそれは正義になり得ない可能性があって、だから勉強という意味ではやっぱり良くない砥石ってどういう砥石なのかっていうそこもまあねやっぱり本当は理解するっていうのは、まあね、さらにねちょっとその深掘りされたい方はぜひしてもらえるといいのかもしれないし、僕もそれほどはっきりやっぱ天然砥石に対しては理解が深くないですし、もちろんだからこそ扱ってはない今現時点でっていうところもあって、ただ自分で買う、お客さんに聞かれた場合はどこで買ったらいいですかって、藤原さんおすすめするんですけど買えないよっていうで、ただいろいろ試してみたい、やっぱ僕もどっちかっていうとそのマニアみたいな方からスタートした方なんで、やっぱりとにかく試してみたいっ
っていうお客さんにはもうオークションでも何でもいいけれども、もう宝くじだと思って、それをその買う行為を楽しむじゃないですけど、いいものを買うっていうのに期待するんじゃなくて、買って研いでみる、でそれがいいか悪いかは分からないけれども、そういう心構えで買えば、まあ、買った時になんだよこれっていうのはならないし、ただ職業として最初からいいものが欲しいんであれば、もう藤原さんから買ってくださいと。じゃなくて包丁が好きでマニアでいろいろ試してみたいっていうんであれば、別にヤフオクで買おうが他のネットショップで買おうが、もう楽しみの一環なんで、それはそれでもういい悪い関係なくいいのかなっていうのはそこは言いますけど、ただ多分藤原さんは言っても買えないよっていういやね、本当にね、ないね、そんなにめちゃくちゃいい砥石なんて。だからこそなんだろう、めちゃくちゃ売ってるところって逆に言えばその選んでないっていう見方もできなくはないのかな。でもね、難しいところでね、やっぱりその僕の基準でいいものを決めてしまってる事実があって、で結局じゃあその何がうちの基準なのっていうと、ストライクゾーンがものすごい広い砥石をやっぱりできる限り選ぶようにしちゃうんだよね。そうだからどういう方が手に取ってもゴールにたどり着くゴールはほぼ変わらない。でその技術面に対してもやっぱり砥石の方が少し合わせてくれやすい、その中で硬い柔らかいっていうような形で選んじゃうんだけども、ただ実際本当に自分での大量の中で選んでいくと、この時だけは他は全部ダメだけど、なんか1個だけ突き抜けてるよねみたいな砥石もやっぱりあったりはするのでね。ただそういうものを提供できるかって言ったら、僕はネットっていうその販売方法ではちょっとやっぱり出す勇気がなくて、そこは使う側の経験だったりっていうのに左右されやすいですよね。そうで、それが自分がここはすごいねって思ってても、その買われる方がそれを良しとしない、もしくはそこをやっぱり認知してもらえなければ、全然評価されない砥石だったりするから。人によってはね、そんな砥石本当にいいみたいな砥石の方が逆に好きなんです、実は。そう、もうオールラウンダーよりもちょっとここだけずば抜けてるっていうピーキーなやつを集めたくなってくるとかっていうのもあったりはするんだけどね。そこは本当に突き抜けた方専用というかやっぱそこを超えてこないと良さがわからないっていう。だからそういう意味ではやっぱりもうすごいもう悪く言えばね、すごいオールラウンド。ただそのオールラウンドでも平均70点っていうよりはやっぱりもう85点90点超えのようなやっぱりオールラウンドっていうのをやっぱりね、選ぶようにできる限りしてるつもりではいるんだけどね。それでもね、やっぱりどうしても平面研ぎと、包丁のように面があまりないものだったりとかすると、やっぱり研ぎにくいものっていうのがやっぱり混在はしちゃってるのでね、そこら辺はね、やっぱりね、あったりはするんだけども。結論は分からないっていう。そう結論は藤原さんところで買ってくださいそれ以外のところでもいい砥石売ってるとかもちろんあると思うんですけど、藤原さんとかも間違いなく一本一本研いで確認して出してるんで買えないかもしれないんですけど、買いたい方は藤原さんのインスタフォローして見張っててください。いついつ販売しますって一応告知はされてるので、早いもん勝ちなので本当にね、よくみんな待ってくれてるなと思うんですよね。いやもうね、こっちが操作してるんじゃなくて、いいものってもう出会いみたいなものなんで、どんだけ望んで、たくさん売ろうと思って仕入れようと思ってもなければないんで、やっぱりね、すごい期間が空く時もあれば、連続ですごく出せる時もあれば。山から掘ってきてる時点で何割下に下ろしてるんだろうっていうぐらいその砥石を掘るじゃない。でその発りって言ってまずめぼしいやつを発っていくんだよね。要するにそのまま丸々持ってくると結局下で余分なところを削り落とすであればもう山の上で落としていった方が軽く下ろせるから、それで鍛えた発っていくんだけどその表面をね、でそれでちょっとコンパクトな感じにはするんだけども、そこの時点で
ほぼほぼ多分誰も分かってないと思うんだよね。そのいい砥石になるかどうか。はい、そっから持って帰ってきては、まあ、切ってみて、そうそう切ってみて、あダメじゃんみたいなのが結構あるってことですね。だからまずそこの下ろせるよねっていうところに来る見込みがあるかどうかでまずもう選別があり、はいはい、で叩いてる間に割れてくる可能性もあるんだよね、はい、そうするとああいけると思ったけどダメじゃないって言ってポイだったりもあるし、でそこからまあね鍛えて下に持ってって切ってみたらダメだったとか、ね、本当にびっくりするぐらいもういい原石で持って帰ってきて切ってみたらクロスで筋が入ってるやつが一回あってあたりとかねこれは自然のいたずらすぎないっていうぐらい、もう本当にもうね逃げ道がない、完全に×で筋が入ってたらもうね使えるところを探すこともできないっていうのもあって、そこからさらに成形されていいやつの中からさらに取る。だからまあ当然 10% なんてもありえない話で、数%もないんじゃないかな、そうイメージ的にはね。そうただそれはやっぱりストライクゾーンが広いっていうところが一つで、やっぱりまあその鋼材ね使ってる刃物の金属によって、まあ、相性っていうのも当然さっきの炭化物っていうものの大きさによって、まあ、削れやすい削れにくいっていうのも当然砥石との相性も出てくるし、で結果論削った時にその思った削りができるかできないかっていうやっぱり最終ゴールに合わせての、でやっぱりまあその付き合わせっていうのも当然出てくるので、まあそのね僕が言ってる砥石っていうのが、まあね、できる限りまあ多くの方々に合う砥石を選んでいるんだけども、まあそれはもう本当にものすごくやっぱり多分少ないとは思う。その山からこっちに来る時点で数%ってことですよね。でそこからさらに藤原さんが絞るから0.00そんなになんのかな何%みたいになっちゃうんですか。でも結論そうですよね。その中でも藤原さんがやっぱ選ぶとで、まあ、さらに言うとね、まあそのね天然砥石直っていうね相棒がもううちの築山義高刃物店で売る砥石っていうのはこういう傾向っていうのも彼が分かってくれてるから、そこでももうすでに選別して送られてくるのよね。その中でまたわがままに全部弾いていくっていう、そういうことをやってるんでね。だからまあなかなかね本当にこれはっていうのは出ないかな。まあ1万分の1とか。そうだね、そんな確率になってもおかしくはないっていうのが背景にあるからこそそんなに数ができないってことですよね。そうだから一瞬でもうだから結構ねよくあるね言われるんだけど、めっちゃ儲かってるんじゃないですかって言われがちなんだけど、マジで本当皆さんこれ僕もいろいろお話聞いてるから分かるんですけど藤原さんの商品天然砥石に限らずものすごくこだわってるからこそ皆さんが想像してるよりも大変です。まあね、でそのねやっぱり産業としてちゃんとね成り立たないといけないから、やっぱりねその天然砥石を掘ってる方もやっぱりね生活があるし、だから送られてきたものを返品するってほぼないのよ、よほどのことがない限り、だからそこで選別してダメなやったやつはうちのアウトレットでも自分で、だから原価割りしてるやつも結構あるんだよね。だからねそういう意味では、トータルではそうだから手間とね時間のかけてっていうのと、まあねそうやってもう原価割れしてるようなやつとかも買い取ってとか、まあそういうのも含めて考えると、まあ本当にね本当にこういう話を聞くとそれこそやっぱり料理人でこういうのが欲しいって決まってる方はもう最初から藤原さんのところで買った方がいや多分トータルではもう要はそのダメなやつとか失敗したくない方はやっぱり確実なのかなって、やっぱ常にこうフォローしてチャンスをこう伺ってっていう感じにはなっちゃうと思うんですけどね。やっぱりそこからね天然砥石自体をやっぱり勉強して楽しみたい方はいろんなねお店さん行かれると本当にねいろんなものを触らせてもらってね合う合わないっていうのもあると思うので。というぐらいやっぱり品質のいいものはやっぱり難しいっていうことなんで、やっぱりまあ一般的に売られてるものでもまあいいか悪いかもちろん個人のその好き嫌いっていう面もあると思うんですけど、やっぱなかなかその出会えない。だからよくあるね、まあ仕方がない話なんだけども、やっぱり銘柄で買うっ
のもまあ個人的な感想だけど、ね、有名な山の砥石が欲しいっていうよりもやっぱりいい砥石が欲しいっていう方が僕はいいと思う。はいはい、そうだからいい山のものだから有名な山のものだから全部がいいわけじゃなくて、今の話ね、もういっぱい捨てられてる中でやっぱりいいものがあって、それがね、多くの人に偶然当たったりとか、SNS で発信する人たちがそれを偶然たくさん持っててっていうので、いいって言われてるだけの可能性もあるので、おそらく多分昔はいい山だったからこそブランドがついてそれが有名になったっていうのがあると思うんですけど、今はなんかその山の有名なブランドを使ってこう逆になってる。だからそれが今石の話も出たんですけど、それこそ包丁の産地とかも言えることで、なんかじゃあ堺、武生、燕三条だったりとか有名な場所があると思うんですけど、その産地が有名だから全てがものすごくいいかっていうと、やっぱりその作る方個人によると思うんですよね、その作ってる場所ではなくて、その砥石の話にもつながると思うんですけど、誰が掘ってるか、誰が扱ってるか、それこそいろんな産地のものを藤原さんが売るってなった時に、それこそ産地で選ぶんじゃなくてその包丁単体を見ていいかどうか悪いか、でもね本当ね、やっぱその商品のその表面的なその情報であったり、そういうのもやっぱお客さんとしてもさっき言ったその勉強してもらいたい内容でもあるんですけど、やっぱりその売ってる人が発信してることであったりとか、やっぱ実際に行ってみて、じゃあそのスタッフさんだったりとかで話してみて、この方だったらなんか信頼できるなっていうのはやっぱりそのお客さんが感じてもらったその感覚でこう見てもらう。だからそのやっぱり売る人っていうのもすごい大事なのかなって思いますね。で僕なんかもう藤原さんが売ってるってなったら、もう産地はどこであろうともう藤原さんがこう選んでやったっていうところなら、もう藤原さんっていう方を僕は知ってるし、やっぱり今までも本でも勉強させていただいてきたりとか、動画だったり YouTube でお会いしてこう接点を持たせていただく中で、間違いないだろうなっていうのはやっぱりすごくあって、お客さんもやっぱそれがあるからこそ砥石も天然砥石に限らずもう売り切れちゃったりとかっていう、もうそのなんだろう結果でも出てますし、やっぱそこなのかなっていう。どこまで行ってもやっぱりそれをどういう人が扱ってるか、どういう人がどういう気持ちでお客さんに届けてるかっていうのがやっぱり肝心なのかなっていうのはすごい感じます。産地や山じゃなくて一個ねこう見てもらえるといいのかなと思います。